どうも、田舎もんです。毎度毎度お久しぶりです。夏は暑かったですね。もう途中でね、夏バテじゃないですけども、いろいろやる気がなくなっちゃいましてね、もう本当にサボり続けてましたよ。8月、9月と、本当にね、やることで言ったら、このね、木を切ったり、釘を抜いたりするぐらいで、もう本当にダラダラしてました。他にやったことといえば家の中こんな感じやったんですけども、ある程度ね、物の整理をちょこちょこと進めていってました。整理といってもですね、左から右へ物を移し替えたっていう感じで、こっちはもうガタガタなんですけども、もう完全に物置状態ですよね。そしてキッチンもね、相変わらずな感じで、引っ越しした状態のままっていう感じなんですよね。そしてこちらね、僕が寝起きしている、物置なんですけども、こちらの壁の方にちょっと問題を発見しまして、ざーっとね、雨が何日も降り続いた後の話なんですが、この柱の方ね、濡れてきてるんですよね。どういうことかなと思ってね、ちょっと壁を開けてみたらびっくり。こんな風になってたんですね。シロアリ被害やばいっすよね。柱の根元の方もちょっと削って何か分かることないかなと思ったんですけども、結局ね、これだっていうね、理由が分からずですね、おそらくどっかに隙間があるんでしょうね、でもね。なので、この辺はちょっとね、しっかりやってあげなくちゃいけないなということで、この棚自体ね、作り変えようと思っていたので、柱の交換も含めて練習がてらね、この辺りから始めていこうかなというふうに、ようやくね、自分の心が決まりました。なので、とにかくね、まずは物を出してあげて、整理をね、進めていってるわけですね。いやしかし本当にね、住みながらの DIY 舐めてましたよ。いろいろ物があることによってね、触りたくても触れない、そんなことが結構続きまして、細かいね、事情は省きますが、本当にね、転がり込むようにこの家に引っ越しをしてきて、荷物をね、バーッと押し込んで、なんとか引っ越しが終わった、ほっとした、言うてたらね、もう半年経ってるみたいな感じでね、ちょっとした浦島太郎みたいなもんですよ。本当にね、その当時放り込んだ荷物が今となっては結構障害になってるっていうところもあったりはするんですよね。ただ、そのね、荷物に関しても、この第3の物置、こちらのね、掃除が終わったっていうのは結構大きくて、とにかくね、何でも置き場所に困ったものはこの物置へ放り込めるっていうのはね、本当にね、ありがたい存在なんですよね。片付けがある程度終われば家の中もやっとね、触り出していけるかなっていうのがね、ようやく見えてきたっていう感じですよね。ここまで半年かかりました。ゆっくりでしたね、本当にね。正直ね、一個一個の作業すごい雑ですし、全然上手にできない自分っていうのがね、ちょっと嫌になったりする時もあったりもしたんですよね。ただそれも含めてね、自分なんで、自分なりの工夫を持って、一個一個ね、片付けていければいいのかなってね、そんな希望的観測を抱きながら、掃除の方をぼちぼちと進めていってました。そしてようやくね、表の木も処理が終わりましたんで、掃除をしてあげて、というかここにね、木を置いてたせいで、物を通せなかったんですよね、奥にね。ようやくね、スッキリしましたんで、このいただき物のパレット、もうこれもね、2、3年ぐらい前にもらってずっと使ってるんですけども、こちらをね、奥に転がしていって、以前作った巻き棚の横にね、これを配置していこうと思います。っていうのもね、小さく切った燃料、画面奥の物置の中にね、入れていってたんですけども、ちょっと物置の使い方もったいないなと思って、外でもいいんじゃないかなと思って、燃料はね、外に、このパレットの中にね、ガンガン押し込んでいけるようにしようかなというふうに思い立ったわけですね。こんな感じでね、コロコロと転がしてあげて、土台となるね、ブロックを運んであげて、準備まではしたんですけども、その後ちょっとね、やる気の問題がありまして、秋になっちゃいましてね、季節が1個変わっちゃいました。気候も良くなってきたんで、ようやくね、やりたいなっていう気持ちが湧いてきたんで、作業の方をね、再開していくっていう感じなんですよね。とりあえずね、外で使うので、防腐剤、もう一回しっかりね、上から塗り重ねていこうかなと。今回はね、水性の防腐剤を塗ってみようかなと思いました。油性をね、僕は好んで使ってたんですけども、水性でも全然十分やっていう話はね、よく聞くんで、今回は水性で塗っていってますね。こういうね、秋の気持ちいい気候の中で、外でぬりぬりしてるのは結構楽しいですよね。でもやる気が出るのは人間だけじゃないようで、蚊とかね、アブなのかハエなのかわかんないですけども、そういうね、虫たちもどんどんね、やる気出してきて、もう僕の周りに、ね、まとわりついてくるんですね。パッと見渡したら蚊が5、6匹まとわりついてるっていうね、そういう状態の時もあってね、もう蚊に刺されまくりながら作業してましたね。
で、防草シートを引いた上にね、ブロックを置いて、その上にパレットを置いていくっていう感じですね。で、もうあとはね、心ゆくまで防腐剤を塗りたくるっていう感じですね。やっぱ塗るっていう作業は結構ね、楽しいですよね。どうせ後でね、靴で上から乗るのになぜか裸足で塗るっていうね、ちょっとわけのわからない行動をしてますが、こんな感じでね、防腐剤の方、しっかりとね、塗り終わりました。色味もね、いい感じになって気持ちいいですよね。で、一応ね、屋根もつけてあげないといけないなというふうに思いまして、これもね、結構大体なんですけどね、大体な感じで屋根作りの方も進めていきました。幸いね、木は大量にね、物置中にストックしてあるんで、この中からね、ちょうどいいのを何本かね、探し出して材料にしていきました。そしてこうしたね、材料にも防腐剤をしっかり塗りたくってあげて、あとはね、これらをパレットに固定していくっていう感じですね。ただ支えの本数とかもね、ちょっと少ないんで、心もとないなって思ったりもするんですけども、使いながらね、ダメそうならまたちょっと補強していこうかなっていう感じですね。そうこうしてたらね、近所のおっちゃんが除草作業に現れまして、この方はね、お米を作ってできたものを僕にくれたりとか、またね、この家のことも昔から知っていらっしゃるので、ここは昔こういう風に使ってたとかね、この道具はこういう風に使ってたとかね、そんなことをね、いろいろと教えてくれるので、本当にね、この土地の先輩っていう感じでいろいろ頼りにしてるんですけども、その方はね、今年の夏は本当に草が偉かったと。もうめちゃくちゃ生えてきて、全然ね、手が回らんかったっていう風なことをおっしゃってて、自分もね、全然できてなかったっていうのもあって、しんどかったのは自分だけじゃないんだなと。おっちゃんのはね、作業量は絶対多いんで、あんまり比べてね、安心しててはいけないなとは思うんですけども、それでもね、自分だけじゃないんだなと思えるとね、結構癒されるっていうところはあったりもしますよね。そして屋根に使うね、ポリカナミーター。こちらがね、予備として何枚か家にあったんで、こちらを使っていってます。で、前回ね、僕グラインダーで切ってえらいことになったんですけども、丸ノコで切るといいですよっていう風にコメントにあって、それを試してみたんですけども、ちょっと作業環境が悪すぎて、丸ノコも切りにくかったんで、もう金切りバサミでね、切っていきました。結構ね、断面はやっぱり丸ノコの方が綺麗に切れますね。グラインダーで切った時はね、こんな感じで、溶けてえらいことになりましたからね。なんかネットとか見てるとね、この波板用のハサミを使わんとうまいこと切れへんっていう風に書いてあって、やる前からそうなんだと思ってたんですけど、いざやってみるとね、結構普通の金切りバサミで全然綺麗に切れますね。1枚2枚切るだけならハサミで全然十分やんっていう風に気がつきまして、ハサミでね、もう切っていったんですよね。そしてちょっとね、半端な幅のところがあったので、そこもね、ハサミで切って調整していったんですけども、こここそ丸ノコで切るべきでしたね。切ってからちょっと失敗したなって思いましたよ。どういうことかっていうとですね、こういう風になりましたね。こういうところを波板用のハサミで切れっていうことなのかな。やってみて気がつきました。でもこのギザギザはね、下にしてしまえばもうわからないんで、誰も気がつかないでしょう。そしてね、このビスをつけていくんですけども、このビスが余りがあったので、この余りがね、ちょうど足りる範囲で、つけていきましたね。結局ね、5山ぐらい開けてつけることになっちゃいましたけども、そして重なり合ってるところはちょっと厚めに配置するっていう感じで、中途半端な感じになっちゃいましたけども、追加でね、ビスを買いに行かなくて済んだんで、これはこれでよしとしときましょう。そ
そして3段目もね、同じようにビスを止めてあげて、即席のね、巻き棚が出来上がりました。家電に対してね、どれだけ持ちこたえてくれるのかなっていうのはちょっとね、不安要素ではありますが、とりあえずね、こんな感じで、土台こんな感じで、上こんな感じですね。横にあるね、単管パイプの巻き棚はしっかりしてますけども、こっちは弟分みたいな感じで、ちっちゃなね、端材とかそういったものを詰め込んでいけたらいいかなっていう感じですね。そうこうしてたらですね、ちょっとお腹が空いてきましてね、久しぶりに鶏でも焼いてみようかなと思ってね、七輪を引っ張り出してきました。普段こんなんしないんですけどね、ちょっとお買い得の手羽先があったんで、いやもうこれは七輪で焼くしかないやろうと思ってね、久しぶりに調理していってますね。豚とか牛とかはね、全然フライパンで焼いてもうまいんですけども、鶏だけはね、やっぱ炭火で焼くと全然美味しさ違いますよね。ちょっとね、空模様が怪しくて、今にも雨が降りそうな感じで、ヒヤヒヤしながら準備を進めていってます。いい感じに焼けてきたなと思ってたらね、雨が土砂降りになってきましてね。いやいや、本当にね、雨男ですよ。何かしようと思うと雨降るっていうね。しょうがないんでね、家の中ギリギリのとこまでね、ちょっと避難してきました。家の中もね、外みたいに風通しいいんで、いいっちゃいいんですけども、もう家中鳥の匂いが充満してます。そして近所のおっちゃんにもらった新米をね、炊きまして、この上にね、鶏を乗っけていただきますっていう感じですね。こんな感じでね、秋になってちょっとずつまたやる気が出てきたかなっていう感じはするんですけどね。ぶっちゃけね、あんまり内容のない内容で、いつも申し訳ないんですけども、そんなことを言いながらもね、最後までご覧くださる皆様に本当にね、感謝ですよ。また次回もよろしくお願いいたします。